不動産屋さんの怪談です。実話怪談はそもそも私たちが死んでからでしか真偽はわからないものです。さて今回はその真偽のヒントになるかもしれない興味深い体験談です。お話をくださった方は愛知県にお住まいの40代後半の方で、仮に直子さんとしておきます。直子さんには遠い昔から忘れられない記憶があるそうです。それは水の中に仰向けのままどんどん沈んでいき、ふと目の前が真っ暗になるというものでした。その記憶は鮮明で、かなり小さな時の記憶で、それが何なのか全くわからなかったそうです。そして直子さんが物心つき始めると、自分の頭上に死神がいるのに気がつきました。もちろん死神と理解したのは幼すぎた当時ではなく、おそらく少し大きくなってからのことだと思います。その死神は昼夜関係なく直子さんを見張っているようなのです。昼間は見えないことが多いのですが、直子さんが危険な場面になると現れるそうで、夜は毎晩部屋の天井から黒いもやのようなものが現れ、その中から出てくるのだそうです。そしてそれは黒いマントを羽織り、黒いもやの塊の中にある恐ろしい目で直子さんをじっと見つめているのが分かったそうです。まだ幼い直子さんはそれが怖くて怖くて眠れませんでした。ところが複数の方が言うのですが、こういう怪奇現象を毎日毎晩体験していくと慣れていくそうなのです。直子さんもあんなに恐怖だったのに、いつの間にか慣れていったそうで、年月が経過し気がつくと、幼稚園の年長組の6歳になっていました。6歳となるとかなり分別が出ています。そんなある晩、忘れかけていた恐怖が再び舞い戻ってきました。死神が初めて直子さんに話しかけてきたそうです。お前の魂は俺のものだ。次に会う時はお前が死ぬ時で、その時必ずもらいに来ると言ったそうです。直子さん曰く、その声はこの世の想像しうるどの闇の声よりも恐ろしかったとのことです。わずか6歳の直子さんに旋律が走るとともに、なぜ今まで死神につきまとわれていたのか、その理由をフラッシュバックのように思い出したそうです。直子さんは三途の川を渡り、地獄に行ったという記憶があったのです。それはいつの頃の記憶だったのかは分かりませんでした。でもその記憶では、そこには昔の地獄絵巻に描かれているような血の池、針山、下抜きなどの世界がありました。そしてふと上を見上げると小さな光が見えたそうです。すると直子さんは赤鬼に列に並ぶように促されました。そこにはとてつもない大きな門があり、その前に座っている大きな何者かがどこに行くかを指示していました。直子さんはその指示に従い、門の中に入って言われた列に並ぼうとしました。すると突然、直子さんの頭上から白い着物を着たおじいさんが声をかけてきたそうです。そして直子さんの手を取り空高く飛んで、まだお前が来るには早すぎる。やり残したことが3つあるから、それをやり遂げたら、と言ったそうです。その記憶を6歳の直子さんは突然思い出したのです。決して夢ではない、そこは実際の地獄だったと、子供でも理解できました。それから直子さんは死神には会わなくなったそうです。ただその後も妙なことは続きました。直子さんの成長とともに、家の中で小さな人を見たり、庭でトンボのような目をしたアヒルが家の外壁にすっと消えていったり、押し入れを開けたら知らないおじいさんがいたりと、不思議な体験をよくしたそうです。その後直子さんが中学2年生になった時でした。自宅から学校まで友達と自転車の2人乗りをしていて、直子さんは後ろに乗っていたそうです。
途中坂道があり、自転車はスピードが加速してしまい、急停止することができず、自動車とぶつかってしまいました。その勢いで2人は自転車から派手に飛ばされたそうです。直子さんは地面や自動車に激突すると思ったのですが、何かが後ろからふわっと直子さんの体を受け止めてくれて、気がついたら転ぶことすらなく、その場に立っていたそうです。友達はというと、腕と足をぶつけてひどい怪我をしてしまいました。あの一瞬、直子さんは確かに誰かに助けられ、目に見えなくても何かに守られていると感じたそうです。そして直子さんは中学3年生になりました。ある夏の夜に家族でテレビの心霊特番を見ていたそうです。その番組の中で紹介された体験談で、心臓が一度止まり、あの世を見てきたという人の話がありました。その人の体験は、三途の川や血の池など、かつての直子さんの地獄を見た体験に極めて酷似していました。そこで驚いた直子さんは、家族にその体験を初めて話したそうです。私も地獄に行き、同じものを見たというと、今度はお母さんが驚いて、こんな話をしてくれました。直子さんがちょうど生後1歳と1、2ヶ月頃のまだ赤ちゃんの頃に、お風呂に沈んでしまい呼吸が停止してしまったことがあったそうです。お母さんは慌てて救急病院に連れて行き、病院は必死にマッサージを施し、赤ちゃんだった直子さんは仮死状態からやっと息を吹き返したということでした。その話を聞いて、直子さんの中で初めて全てがつながりました。なぜ水の中に仰向けで沈んでいく記憶があったのか。それは現実に起きた赤ちゃんの頃の記憶だったのです。おそらく三途の川や地獄の記憶は仮死状態の時の臨死体験の記憶だったのでしょう。そしてそのお風呂の事故の時から6歳になるまで、死神はずっと直子さんのそばにいて、一度は魂を持って生きかけて失敗したので、虎視眈々と次のチャンスを狙っていたのでしょう。臨死体験がきっかけで霊感が芽生えると聞いたことがあるので、ひょっとして直子さんもあの事故後、死神やこの世のものではないものが見えたり、不思議な体験をするようになったのかもしれません。ところで、あの地獄から救い出してくれた老人が言っていた現世でやり残した3つのこととは、直子さん曰く、もしかしたら自分の今いる3人の子供たちを立派に育て上げることなのかもしれない。ですから3人目の子供が独り立ちしたら、私の人生も終わるのではないかと思います。というのです。霊感の強い直子さんには、そう思う根拠となる不思議な夢や体験がいくつかあり、例えば以前名前の画数をスマホで調べた時に、ありえない53歳で死亡という結果が出たそうで、驚いて同じサイトを何度も再検索したのですが、二度とその画面が出ることがなかったそうです。他にもそれを暗示するような夢をよく見たということでした。私は地獄に行くのが決まっているのです。地獄に行くのは怖くないですが、どんな死に方をするのかが怖いです。きっと私が人生の最後に見るのはあの死神なのかもしれません。と最後に寂しく語っていました。私は動画配信の前に必ず社長に台本を聞いてもらうのですが、社長曰く、直子さんのやり残した3つのことって3人の子育てのこととは限らない。子育てはそのうちの1つで、あとの2つはお孫さんの世話や親御さんの介護とか、もっと人生の先の別のことかもしれないというのです。また坂道での自転車事故の時に直子さんを受け止めて助けてくれた何かは神様のような存在だったとしたら、地獄から救って天国に連れて行ってくれるかもしれません。私が腑に落ちないのは、地獄を見た時直子さんはまだ1歳ちょっとの汚れのない赤ちゃんで、あの時魂が地獄に行かなければならない理由がありませんでした。ひょっとして人は死んだらみんな一度地獄の門で審議され、行くべきところの列に並ばされ、その中に天国の列もあるのかもしれません。
残念ながら誰もこの真理を知ることができませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。